はい、セリカさんです。今回はハイグレードガンダム WX を制作していきます。いつもはクリアカラーガンプラを作っているチャンネルですが、今回はプレミアムミラークロームでキャンディー塗装をした場合、どんな見た目になるのか気になったので普通のガンプラを制作していきます。それでは作っていきましょう。ランナーから切り離したパーツをコンパウンドで表面をきれいにしていきます。ガイアノーツの公式サイトには黒い下地を塗装するのではなく、プラスチックの素材そのものをコンパウンドなどで磨き上げて、その上から塗装するのが一番きれいに塗装できますと書かれていたので、そのようにやっていきます。コンパウンドは粗め、細め、仕上げめの順番で使います。使い方は簡単で、布にコンパウンドを出してパーツを磨くだけです。自分はタミヤのコンパウンドを使用していますが、別会社のコンパウンドを使うときは説明書を確認してください。ある程度磨いたら水でコンパウンドを落としていきます。モールドなどにコンパウンドが入り込んでいる場合があるので、柔らかめの歯ブラシを使って傷がつかないように優しく作業しましょう。粗めが終わったら同じ作業を細め、仕上げめの順番でやります。磨く布は各コンパウンドごとに1枚ずつ用意した方が布上でコンパウンドが混ざらないのでおすすめです。磨いたパーツを比較してみましょう。左がコンパウンドをしていないパーツで、右がコンパウンドをしたパーツです。表面が綺麗になって光沢感が増してますね。コンパウンドをした方は撮影用ライトの LED 一個一個を反射するようになっています。プラモ初心者でも簡単にパーツが綺麗になるのでコンパウンドはおすすめです。ここからはプレミアムミラークロームで外装パーツを全部塗装していきます。ガイアノーツの説明通りにそのままパーツに塗装していきます。隠蔽力が高いようで、どのパーツでも同じような色合いで塗装できる印象でした。塗装してみるとコンパウンドで消しきれてない大きな傷が目立つようになります。綺麗な表面にするなら紙やすりで表面処理しないと難しそうです。今回は実験も兼ねているのでやり直ししないでこのまま進めていきます。関節など可動する部分はガンメタルで塗装しました。可動部をミラークロームで塗装するとすぐに塗料が剥げそうで怖かったのでこのようにしました。塗装が終わったら1日ほど乾燥させます。ミラークロームで塗装したらどんな見た目になっているのか気になったので一度組み立ててみました。この組み立てが後で面倒なことになるとはこの時は思ってなかったです。正直組み立てた時はドラゴンボールのメタルクーラーを思い出しました。表面処理がコンパウンドだけなので大きな傷が結構目立っています。ただちゃんと表面処理したなら綺麗なメッキ塗装のガンプラになりそうです。注意点ですが、かなり塗膜が弱いみたいで塗料が剥げてしまいました。指紋がつかないように手袋をしていたのですが、その手袋が良くなかったみたいです。真っ白だった手袋の指先に剥がれた塗料がついていました。1日の乾燥だと足りなかったのかもしれませんが、塗膜が弱いかもしれない点は注意した方がいいですね。しょうがないので分解した後にもう一度塗装しました。ミラークロームの上にクリア塗料を塗装していきます。今塗装しているのは黄色のパーツですが、かなり見た目が変わって面白かったです。クリア塗料は重ね塗りしないと発色が分かりにくいですが、1回目から結構変化しました。パーツが違いますが、各工程ごとを比較してみましょう。最終的に4回重ね塗りをしてゴールドっぽい見た目に仕上げました。好みの色に調整するのは難しいですが、やってて楽しい作業でした。ここからは比較画像だけ表示するので気になる箇所を一時停止してください。スマホだと一時停止すると再生ボタンが表示されて見にくいですが、画面の何もない箇所をタッチすれば綺麗に表示されます。全体的にメタリックやチタニウムフィニッシュといった感じの見た目になりました。黒だけはなぜか染まりにくかったので6回ほど重ね塗りをしています。リフレクター部などクリアゴールドで塗装したパーツはさらに蛍光イエローで塗装しています。やってみるとどこが塗装されているのか全くわからなかったので、逐一ブラックライトで確認しながら作業しました。比較してみるとしっかり発光してくれているので、あとは薄い箇所を塗装して終わりです。水性ホビーカラーのブラックを使って墨入れをしていきます。エナメル塗料でも大丈夫だと思いますが、塗膜に少しでも影響がなさそうな水性塗料を使いました。あと動画にしていませんが、ところどころ部分塗装もしています。5時間ぐらい乾燥させたらキッチン用マジックリンを含ませた綿棒で余分な塗料を拭き取っていきます。綿棒は細かい箇所にも入りやすい赤ちゃん用綿棒が使いやすいので100均で買っておくと便利です。作業は塗膜が剥がれないように優しくやっていきます。ここはかなり力を抜いて作業しました。最後にある程度組み立てた状態でトップコートの光沢を吹いていきます。パーツ一個一個やっても良かったのですが面倒だったのでこの状態でやりました。エアブラシでやりましたがスプレーでやってもいいですね。それでは完成品を見てみましょう。
ミ塗装の素組みと比較してみましょう。塗装した方はチタニウムフィニッシュ感が出ててすごく面白い質感になりました。今回の表面処理はコンパウンドだけなので近くで見ると気になる点もありますが、遠くから見る分にはそんなに気にならないです。とんでも武装のツインサテライトキャノンもちゃんと再現できます。気をつけないといけないのは方針部分をスライドさせる必要があるので、塗装が剥げるかもしれないのが怖いですね。リフレクターなどは蛍光塗料で塗装しているのでブラックライトで発光してくれます。ちなみに胸のクリアパーツは最初から発光してくれるパーツになっていました。ここら辺は少しでも原作再現してくれているのかもしれませんね。武装は WX 専用バスターライフルの他にクリアパーツのハイパービームソードが2本付属しています。腰に手で持つ部分がついているので、それを取り外してビームソードのパーツを取り付けます。ビームソードはブラックライトで反応してくれます。ハイグレードだと反応してくれないパーツも多いので、これは嬉しい仕様ですね。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは普段はクリアカラーガンプラをメインに動画を投稿しています。他にはプラモ制作に役に立つような実験をしているので、チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。